最初にお伝えしたいのは、このゲームは開発途中で消えた作品ではないということです。ドリームワールドは2021年にプロジェクトが始まり、およそ5年という歳月をかけて開発が続けられてきました。そして2026年3月、ついに Steam で早期アクセス版としてリリースされます。長い開発期間を経て、ようやくプレイヤーの手に届いたこの作品。しかし、そのわずか3ヶ月後、開発元はオンラインサービスの終了を発表しました。本作はオンライン専用タイトルだったため、サーバーの停止によってゲームそのものがプレイできなくなってしまいます。5年もの開発期間を費やした MMO がなぜ発売からわずか数ヶ月で幕を閉じることになったのか、今回はドリームワールドがサービス終了に至るまでの経緯を公開されている情報をもとに見ていきましょう。申し遅れました。異星人チャンネルの先生陣です。今回紹介しますタイトル、ドリームワールドとは一体どんなゲームだったのでしょうか。本作が目指していたのは、一般的な MMORPG とは少し異なるゲーム体験でした。開発チームが掲げていたのは、プレイヤー全員が一つの巨大な世界を共有し、その世界で建築やクラフト、サバイバルを楽しめるサンドボックス型の MMO です。さらにプレイヤー自身がゲームコンテンツを制作できることも特徴として挙げられており、プレイヤーが世界そのものを作り上げていく MMO というコンセプトが大きく打ち出されていました。また開発にはアンリアルエンジン5を採用、AI を活用した制作支援やユーザー生成コンテンツへの対応も特徴として紹介されており、発表された当時としては意欲的な構想を掲げた作品として注目を集めます。そして2021年、このプロジェクトはクラウドファンディングサイトキックスターターで資金調達を開始しました。最終的にはおよそ$64,700、日本円にして約900万円前後の支援を集めることに成功します。ただし、キックスターターのページでは、この支援金だけでゲームを完成させる計画ではないことも説明されていました。開発チームは開発資金の大部分については、シリコンバレーの投資家から確保しているとしており、キックスターターは資金調達だけでなく、コミュニティ形成やプロジェクトを知ってもらう場として役割を担っていました。こうして支援を受けながら、ドリームワールドの開発は本格的に進んでいきます。キックスターター終了後も開発は継続され、アルファ版の公開やプレイテスト、公式による情報発信などが行われました。2026年2月には Steam Next Fest 向けのデモ版を公開し、多くのプレイヤーに実際のゲームを体験してもらう機会も設けられています。そしてその翌月となる2026年3月10日、ついに Steam で早期アクセス版がリリースされました。つまりこのプロジェクトは途中で開発が中止されたわけではなく、およそ5年という開発期間を経て実際に発売までたどり着いた作品だったのです。しかし、ここから現実は厳しいものとなります。発売後、Steam では同時接続プレイヤー数の推移にも注目が集まりました。PC ゲーマーの記事によると、本作の Steam 版における最大同時接続人数は56人。その後はプレイヤー数が減少し、記事掲載時点では同時接続数が0人となる時間帯も確認されていたとのことです。MMORPG というジャンルでは、プレイヤー人口はゲーム体験に大きく影響します。ドリームワールドでも厳しい状況が続き、その後開発チームはオンラインサービスの終了を発表したのでした。その厳しい状況は明けることがなく、2026年6月、開発チームは正式にオンラインサービスの終了を発表します。発表された内容は Steam での販売終了、早期アクセスの終了、そしてサーバーの停止です。現在は Steam ストアでの販売も終了しています。オンラインサービスの終了という結果になった一方で、ゲーム内容そのものを評価するプレイヤーは少なくありませんでした。特に高く評価されていたのは建築システムです。建築や
や地形編集の自由度が高く、自分だけの世界を作れる点は本作ならではの魅力として挙げられていました。また AI を活用して 3D オブジェクトを生成できるドリームフォージの仕組みも新鮮だという声が多く、クラフトやサンドボックスゲームとして完成度を評価するレビューも見られます。少人数開発ながら意欲的な作品だったことや、開発者がディスコードなどでプレイヤーと積極的に交流していた姿勢を評価する意見もありました。さらに MMORPG としてではなく、マインクラフトやバルヘイムのようなサンドボックスゲームとして遊ぶと面白いという感想も目立っています。その一方で厳しい評価も数多く寄せられていました。最も多かったのは建築は面白いが、それ以外のゲームコンテンツが少ないという意見です。MMORPG として期待して購入すると、コンテンツ量やエンドコンテンツ、長期的な目標の少なさから物足りなさを感じたという声が多く見られました。さらにプレイヤー人口の少なさによって MMO らしい体験が十分にできなかったことや、インベントリや倉庫管理などの UI、QOL 面の不足、スタミナやアイテムの耐久値の使用によるテンポの悪さを指摘するレビューも目立っています。価格に対してゲーム内容が見合っていないという意見もあり、特に MMORPG として購入したユーザーほど期待とのギャップが大きかったという評価を多く見受けられました。5年という長い歳月をかけて完成したゲームであっても、発売からわずか3ヶ月で幕を閉じることがあります。それだけゲーム業界は厳しく、どれほど大きな構想や情熱があっても必ず成功するとは限りません。ドリームワールドは短い期間で姿を消すことになりましたが、建築システムや新しい挑戦を評価する声があったことも事実です。成功作として語り継がれる作品ではなかったかもしれません。しかし、ゲーム業界の厳しさを語る一つの事例として、この作品が存在したことはぜひ皆さん覚えておいていただければと思います。皆さんはこのドリームワールドという作品をどう思いますか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。はい、ということで今回はですね、ドリームワールドに関しまして取り上げさせていただきました。いかがだったでしょうか？現在ですね、この動画撮っているのが2026年6月30日なんですけども、今ね、この時期、ものすごい話題になってる作品がありまして、それがね、めっちゃカメレオンっていう作品、1ヶ月もしないうちに1000万本売れてるっていうね、インディーゲームなんですけども、そういう作品がある一方、このようなね、ドリームワールドのようにね、わずか3ヶ月で終焉してしまうという作品もあるというね、ゲーム業界本当にね、わからない世界というか厳しい世界ですよね。今回ね、僕はこの動画を作るにあたって、こういった作品っていうのがね、数多くあるんですよ。インディー業界っていうのは特にね。なのでね、そういった作品にね、少しでもスポットライトが当たってほしいなということで、みんなね、頭のどこか本当に小さな記憶でいいです。脳みその少し本当にね、小さな記憶の中でいいので、このドリームワールドのことをね、忘れないように覚えておいていただけたらなと思います。概要欄にドリームワールドのストアページ、そして開発元のリンク先など貼っておきますので、ぜひね、この開発者さんたち注目していてください。なんかね、大きな仕事をもしかしたらこのね、悔しさを糧にやってのけてくれるかもしれないので、注目しておきましょう。ぜひ我々異星人チャンネルのチャンネル登録、そしてね、高評価などよろしくお願いいたします。ハイプ機能などでも応援してください。お願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。